おはようございます。今朝6時です。ルクセンブルクにバスで向かおうと思います。バス停最寄り駅のリヨンに着きました。現在パリの時刻6時50分。しかし今日の日の出はなんと8時半だそうです。朝は暗くて夜は明るい、そんな感じなんですかね。連邦政府庁舎というのがあるみたいで、日本でいうと霞が関のような場所なのですかね。経済産業省で合ってるんですかね。やっぱり政治的な機関がよく集まってる場所みたいです。ベンツとレクサスのタクシーです。梅干しから角と牙と目がある。朝7時だというのに人はたくさん。バスターミナルの真ん中に電光掲示板があって、自分が乗るバスが何番なのか確認するみたいです。ドイツの会社が運営しているフリックスバスです。ヨーロッパ中を LCC 価格で行けます。エッセン行き無事見つけました。無事バスに乗り込みました。フランスシャンパーニュに来ました。見てください、どでかいシャンパン工場があります。最高級のシャンパンが飲みたくなってきます。スパークリングワインとシャンパンって違うらしいです。まだまだ勉強不足です。ルクセンブルク無事到着です。帝国通り、次はホテルに行こうと思います。野生のポメラニアン現る。向こう側に渡りたいんですけど、これ押したらいいんですかね。押したところでずっと赤なんですよね。雪の積もるルクセンブルク教会です。ルクセンブルクの教会とフランスの教会、何か違うところがあるんですかね。もうそろそろホテルに着きそうです。ルクセンブルクはタックスヘイブンの国らしくて、法人税がとても低いそうです。これは銀行らしいんですが、そういうのもあって銀行がたくさんもしかしてあったりするんですかね。これが今日泊まるルクセンブルクの宿、ルームラックスシティです。無事着きました。よかった。チェックインより早い時間でしたが、無事案内してもらいました。ありがとうございます。部屋はとてもおしゃれです。チョコレートがあります。ルクセンブルクはチョコレートも有名らしいので、きっと美味しいんだろうな。さっきのチョコレートいただいてみようと思います。ホワイトチョコレートじゃなくて普通の茶色いチョコレートです。いただきます。甘すぎない。噛んだ時にネチョって、美味しいんですけど、ネチョって感じがしておいしい。トイレとお風呂は共用です。綺麗です。お風呂綺麗です。バスタブはないです。ペンキの塗り方とかも独特だなと思います。街並みがやっぱり日本だったらありえない、すごい綺麗ですよね。ペンキがやっぱカラフルだなと思うし、一個一個の建物の構造も違うし、戸建てじゃなくて隣の家とくっついてるよね。みんな仲良し。よく訓練された木です。全部なんとなく正方形になってます。人生の岐路、どちらに進むか。私は左。バスケットボールのコートに運動器具もあります。大きな銀行を見つけました。ルクセンブルク、1人当たりの GDP が世界一です。めちゃめちゃ儲けてんのかな。アドルフ橋にやってきました。誰かが作ったオラフ。かかってる。下にも庭があって綺麗です。雪が積もってて砂糖菓子みたい。からのあら、アドルフ橋から見渡す景色、とっても綺麗。渓谷になってます。アドルフ橋を渡っていると、目の前には ICBC 中国の銀行。やっぱり金融強いですね。公共交通機関無料だそうです。バスもカラフル。ノートルダム大聖堂の前に来ました。ノートルダムというのは聖母マリアを指すそうです。ワンチー発見。すごい。マリアさんはですね、彼女の母性に吸い込まれるかのごとく入り口に向かいたいと思います。おそらく聖書か何かの元ネタがあるんでしょうけど、勉強不足でわからないです。入っていこうと思います。ダメだ、こっちか。押してダメなら引いてみろ。いや、押してみろ。もう一つ扉がありました。
おステンドグラスからのろうそくがあって綺麗です。心が現れる感じがします。やっぱり聖書がモチーフですね。全部違う絵柄です。この出口なんですけど自動で開きました。最近の神様はハイテクです。連邦政府庁舎が見えてきて、向こう側に銃を持った兵隊さんがいます。さっきのワンチーと再会です。ルクセンブルク、さっきから橋だったり坂だったり多いです。さすが要塞都市。街並みからの石の要塞、結構高さがあります。そして左側には大都会。向こうにも赤い大きい橋があります。オック砲台跡からルクセンブルクの歴史が始まり、今の令和の大都会につながってるのかな。中に入れそうなので来ました。ザ・ワールドヘリテッジ。この建物のみならずルクセンブルクのすべての街並みが世界遺産に登録されているそうです。ちょっとだけゴミが気になる。拾って帰ろうか。説明が続いていて、ここから2階に上がるそうです。2階に上がってきました。ルクセンブルクの美しい街並みを一望できる。素晴らしい。結構観光されてる方も多いです。砲台跡からの橋、そして向こうにモダンなアーカテクチャー。ルクセンブルクの歴史、自然、砲台、気づいたのですが、あそこにエレベーターあります。あのエレベーターも観光名所として有名らしいです。ガラス張りになっていて、本当は移動手段らしいんですが、観光名所としても有名らしいです。さっきの赤い橋が近づいてきました。城の一角みたいな、やっぱり要塞都市を感じさせます。超ビッグバンク、中国建設銀行ありました。向こう側に行けばさっきのエレベーターに乗れそうです。このガラス張りな透明な建物ぐるっと回ってきて、さっきのエレベーターの入り口が見えてきました。実際に来て思ったんですけど、本当に坂が多いです。要塞を築くにあたって崖が重要ってのを見たんですが、歩いてると本当にいいダイエットになるなと。これ特に右とか左はガラスとかではないですね。風が吹きさらしているので、かつ周りに障害物がないのでちょっと肌寒いです。風通しが非常にいいです。そんなに長さもないですね。ボタンを押してエレベーターが上がってくるのを待ってるみたいです。行ってみようと思います。ボタンの前に来ました。乗りました。この下のボタンを押して来ます。でもちょっと怖いですね床が透明じゃないだけいいですけど、結構怖いかも。しかも結構速度あるし、移動手段だったらそうですよね。速さ大事ですよね。さっき下にあった景色がどんどん近づいてきています。
どんどん降りていきます。なんか一気に降りたのでちょっと唾液を飲み込んで耳抜きする必要があったんじゃないかってぐらい早かったです。今降りてきてエレベーターの真下にいるんですけど、結構高くないですか？どっかの遊園地のフリーホールぐらいありますよ。まさに映画のワンシーン。エレベーターのふもとに来たらさっきの赤い橋の下にも近づいているみたいです。歩いてる人います。下の散策が終わったので戻ろうと思います。60メートルも登ってくれたみたいです。そろそろお腹が空いてきたのでどこか食べるところに入りたいと思います。歩いているとルクセンブルク王家御用達のチョコレート屋さんが見えてきました。これなんて読むんだ？オーベルワイスウェイズ。入り口まで来たけどやってない、残念。日曜休み。このアーバンという店でご飯を食べてみようと思います。外に食べれる場所もあるみたいです。でも今日ちょっと雪降ってるので寒いですね。灰皿もついてて外で食べる方はタバコも吸えそうです。では行ってみようと思います。ポケボール来ました。フィッシュ&チップス。私もともと魚介が好きっていうのがあるんですけど、この旅で一番楽しい。ネギもある。こっちに行ってみようと思います。いただきます。ナスかなんかすいません、断面図なんか入ってます。美味しい。揚げたてで野菜が衣に入ってて揚げられてるって感じなんですけど美味しいです。2軒目酔っ払う前に S から始まるお店、ちょっと読めない、さっき美味しそうだったシャンパン工場が記憶に残っているので、スパークリングワインを頼もうと思います。店内とても賑わっています。後押しのクッキー、ビスケット食べています。塩がついててごまがついてます。普通こういうバターが入って小麦粉を焼いたやつって甘いと思うんですけど、適度に塩とごまが効いてて美味しいです。ルクセンブルクに住みてチョコレートケーキ頼んだんですけど、今店員さんが思いっきりどっかに注文してます。ケーキの店なのか他の店なのか分かんないですけど、チョコレートケーキって聞こえました。めちゃめちゃずっしりとしたそれこそ要塞のようなチョコレートケーキです。液体のちょっと固まりかけたチョコレートの下にスポンジ風のさらにチョコレートがあるって感じで、スポンジなんですけどもうチョコレート、ここに暮らしたら10キロぐらい太りそう。うまいこれがルクセンブルクの白ワインだそうです。いただきます。当時一切なくさっぱり。スパークリングワインがシュワ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 してるのもいいんですけど、さっぱりしてるのとってもいいですね。この店オリジナルのポテトです。あんまり油してないですね。チーズもあっさり。もう一個っていけちゃう。おいしい。3杯目、ちょっと読み方も自信ないんですが、バティンフルティという綺麗な色合いのビールをいただこうと思います。ルクセンブルクのビールだそうです。全然ビールじゃない。フルーツ炭酸ジュースみたい。うまい。大好き。今バティンブランシに行こうと思います。これもフルーツの味わいがするそうです。さっきのバティンフルーティーよりかはフルーツの味は控えめです。ビールの味の方が強いです。美味しい。ルクセンブルクのビール最高。私ブラックが好きなので特に砂糖もミルクも入れてないんですが美味しいです。でもあんまり苦すぎないかな。散々ビールを飲んだのでちょっと散歩に来ました。お酒飲んで外に来たらすっかり日が落ちていてすごく照明が映えています。この砲台跡もライトアップされているし、橋も見てください。ほらちょっと雪が溶けてきてこのライトに反射していてとっても綺麗。これデートするにはすごく良さそう。しこたま飲んだところなのでそろそろ宿の方に帰りたいと思います。タダと言われている路面電車公共交通機関使おうと思います。美しいという言葉がぴったりなんじゃないでしょうか。